夜、一日を終えてようやく一人になれたはずなのに、ふと静かな違和感がよぎることはないだろうか。特に何かが欠けているわけではない。仕事もある。住む場所もある。それなりに毎日は回っている。それなのにベッドに入った瞬間、心の奥でこんな声がする。今のこの生活をあと何十年続けるのだろう。一体何のためにと。大きな不幸があるわけではない。だからこそその違和感は誰にも言いづらい。贅沢な悩みだと自分でも思ってしまう。その問いは心が弱っているから湧いてくるのではない。むしろ毎日をちゃんと生きようとしている人ほどふとぶつかる問いだ。150年前、一人の哲学者がその感覚を個人の悩みとしてではなく、時代そのものに起きた出来事として誰より早く言い当てていた。フリードリヒ・ニーチェ。彼の有名な言葉に神は死んだがある。彼が言おうとしたのは身近で誰の人生にも関わる変化のことだった。人間が長い間生きる意味を預けてきたその預け先が消えたということだ。そしてニーチェはそこから一つの考えにたどり着く。生きる意味はもうどこかに用意されてはいない。だとすれば自分で作るしかない。突き放すように聞こえるかもしれない。だが彼の哲学は最後までこの一点に向かって進んでいく。生きる意味が崩れた世界でそれでもこの人生をもう一度生きたいと言えるか。彼が生涯をかけたのはその問いだった。今日はその思想を一つずつ紐解いていく。生きる意味を見出せないと感じている人にとって一つの手がかりになるかもしれない。最後にたどり着くのは一つのシンプルな考え方だ。生きる意味は探すものではなく作るもの。まず今日の話を貫く一本の線を示しておきたい。私たちは生き方の答えをいつも自分の外に探してきた。かつて人が何のために生きるのかと迷ったとき、その答えは自分の外側にもう用意されていた。宗教がこの世の苦労の先に救いを約束した。生まれた村や家が果たすべき役割を与えた。家業や身分が進むべき道を生まれた時から決めていた。人は生きる意味を自分で生み出す必要がなかった。受け取ってその通りに歩けばよかった。ニーチェが神は死んだと言ったのは、答えを用意してくれる仕組みの方が崩れたということだった。なぜ彼はそう考えたのか。彼が生きた19世紀は世界の見え方が根本から変わった時代だった。科学が星の動きも生き物の成り立ちも神を持ち出さずに説明し始めた。人が増え都市へ移り、生まれ育った土地の結びつきは少しずつ薄れていった。教会の鐘よりも工場の時計で一日が動くようになった。その中で人々は声高に神を否定したわけではない。ただいつの間にか神を必要としない暮らしへと移っていった。ここがニーチェの鋭いところだ。彼はその土台が抜け落ちたことに当時の人々の多くがまだ気づいていないと見ていた。神という後ろ盾が消えても人々はそれまでの善悪や正しさを変わらず信じているつもりで口にし続けていた。その指摘はそのまま今の私たちにも当てはまる。真面目に働けばいつか報われる。こう生きるのが正しい人生だ。長い間信じられてきたこうした決まり事はもう確かな後ろ盾を失っている。それなのに私たちはなんとなくまだ正しいものとして口にし続けている。人間が長い間寄りかかってきた生きる意味を支えてきた土台そのものが音もなく抜け落ちた。それが神は死んだという言葉の本当の中身だ。これは遠い歴史の話では終わらない。
今を生きる私たちの方がそのただ中にいる。例えるならこうだ。昔は生まれた時に一枚の地図が配られていた。道は引かれ、目的地も記されている。あとはその道をたどればよかった。ところが今、私たちの手元にはほとんど白紙の地図しか残っていない。良い学校を出て良い会社に入り、家庭を持てば幸せになれる。長く信じられてきたその一本道さえもはや揺らいでいる。終身雇用も決まった成功の形も当てにはできない。自由になったとも言える。けれどその自由には代償がある。道が消えたということは、どの道を選んでも大丈夫だと受け合ってくれる人がもういないということだ。選んだ結果を引き受けるのは自分しかいない。間違えても誰も責任を取ってはくれない。誰も正解を教えてはくれない。手元に残ったのは数えきれない選択肢と、自分はどう生きたいのかという誰も代わりに答えてくれない問いだ。これが今を生きる私たちにとっての神は死んだの正体だ。では、拠り所を失ったとき、人の心には何が起きるのか。拠り所を失った人が最初に沈み込む場所がある。何をしても心が動かない。やる気がどこからも湧いてこない。世界がどこか遠く、自分とは関係のないもののように見えてくる。ニーチェはこの状態をニヒリズム、虚無と呼んだ。ニヒリズムとは、これまで一番大切だとされてきたものが、その値打ちを失い、何のためにという問いに答えがなくなった状態のことだ。言葉にすると難しく聞こえる。けれど、その中身はありふれた一日の中にある。朝、目が覚める。今日どうしてもやりたいことは特にない。仕事は波風が立たない範囲でこなす。空いた時間は画面をなんとなく眺めて過ぎていく。明日も多分同じ。来年もおそらくそう変わらない。辛いわけではない。けれど、ふとした拍子に心の奥で声がする。この毎日に何の意味があるのだろうと。ニーチェはこういう日々に沈んでいった人間を末人と呼んだ。小さな快適さに包まれて大きな問いをもう抱かなくなった人間のことだ。末人は危ない橋は渡らない。大きく傷つくくらいなら初めから多くを望まない。程よい刺激だけを選び、みんなと同じであることに安心する。昼には小さな楽しみがあり、夜にも小さな楽しみがある。一見何の問題もない暮らしだ。だがその毎日には胸が高鳴る瞬間も、これをやり遂げたと言える手応えもない。一年が過ぎてもはっきり思い出せる日がほとんどない。快適なのに後には何も残らない。ニーチェがこれではいけないと考えたのは、この生き方には生きる力がほとんど残っていないからだった。ここで一つの問いが立ち上がる。幸せとは何だろうか。何にも心を動かされないまま、ただ日々をやり過ごしていく安心が幸せなのか。それとも時に大変さを抱えながらも心から打ち込めるものがある日々が幸せなのか。ニーチェは迷わず後者を選んだ。彼はこうも考えていた。虚無は行き止まりではないと。何をしても心が動かない。その場所にただ沈み込んでいくこともできる。だが同じ場所から古い価値を壊し、自分で新しい価値を作り始めることもできる。ニーチェが指し示したのは後者の道だった。ではその道を歩く力はどこから来るのか。その理由を彼は次の考えで明かしていく。ニーチェが定義した末人の虚しさ、その正体を思いがけない角度から説明した。彼は生きているものの奥には一つの働きがある
と考えた。それを力への意志と呼んだ。力と聞くと誰かを従わせる力やお金や権力を思い浮かべるかもしれない。だが彼の言う力はそういうものではない。生きているものはただ生き延びようとするだけではない。もっと広がろう、もっとできるようになろう、昨日の自分よりわずかでも先へ行こうとする。植物が光の方へ伸びていくように、子供が何度も転びながら歩けるようになろうとするように。ニーチェはそれを絶えず内から湧き出して外へあふれ出ようとする泉のようなものだと考えた。自分を少しずつ超えていこうとするその働きそのものを彼は力への意志と呼んだ。ここから虚しさの正体がはっきりしてくる。意味を感じられないとき、私たちは自分はもう力が尽きたのだと思いがちだ。だがニーチェの見方はまるで逆だった。力はある。ただそれを注ぐ先を見失っているだけだ。エンジンはかかっている。けれど行き先が決まっていない。だからどれだけアクセルを踏んでもその場でうなるだけでどこにも進まない。人が何をしても心が動かなくなるのは力が尽きたからではない。力が向かう先を持てずによどんでいるからだ。だとすれば本当の問いはもっと頑張れるかではない。この力をどこに向けるのかだ。そしてこれは豊かさとは何かという問いにも一つの手がかりをくれる。豊かさとは持っているものの多さではない。先月は手こずった仕事が今月は落ち着いてこなせている。人前で話すのが苦手だったのに、この前は自分の考えを落ち着いて伝えられた。半年前には分からなかったことがある日ふと腑に落ちている。そうやって昨日できなかったことができるようになっていく。その手応えがあるかどうかだ。何一つ不自由がないはずなのになぜか満たされない。その感覚は力が尽きたからではない。有り余る力が向かう先を見つけられないまま行き場をなくしている。ただそれだけのことだ。力をどこに向けるか、それを自分で決められたらいい。だがすぐにはできない。なぜなら何に価値があるかという物差しそのものを私たちは大抵知らないうちに他人から借りているからだ。ではその物差しはもともと誰がどうやって作ったのか。ここから人によって価値観がこれほど違う理由と、人がつい見栄を張ってしまう理由が見えてくる。ニーチェは私たちが良い悪いと感じるその感覚そのものを疑った。価値観は空から降ってきた真理ではない。人間が自分の立場から作り出したものだ。彼はそう考えた。価値の作り方には大きく2つの方向がある。一つは自分のこうありたいを良いと定め、そこを起点に世界を見る自分発の価値だ。ニーチェはこれを主人道徳と呼んだ。もう一つはその逆をいく。まず恵まれたもの、強いものを見て、あれは悪いものだと決める。そしてその裏返しとして自分の側のつつましさや弱さを良いものだと呼ぶ。自分の中からではなく相手への反発から生まれる価値。彼はこれを奴隷道徳と呼んだ。奴隷道徳の根っこにはある感情がある。報われない側の人間が恵まれたものに対して静かに抱え込む根深い妬み。ニーチェはこれをルサンチマンと名付けた。彼はこれを鳥と子羊の例えで説明した。空を行く猛々しい鳥が子羊をさらっていく。鳥にとってそれは憎しみではなく、ただ自分の力を使っただけのことだ。だがさらわれる側の子羊たちはこう考える。あの鳥は邪悪だ。だとすれば鳥のように振る舞わない自分たちこそ善良なのだと。
強さそのものが悪とされ、弱さが善とされる。価値の中身がここでそっくり入れ替わる。これは遠い昔話ではない。例えば知り合いが何かに挑戦して周りから称賛されているのを見たとする。素直にすごいと思う前に心が別の言葉を探し始める。あの人は運が良かっただけだ。ああいうのは結局目立ちたいだけじゃないか。その瞬間、心の中で何が起きているか。うまくいっている相手と自分を並べたくなくて、相手が手にしたものの価値をこっそり引きずり下ろしている。これが反発から作られる価値観、ルサンチマンの正体だ。見栄を張ってしまうその仕組みもここにある。人が見栄を張るのは、自分の値打ちを測る物差しを他人との比べ合いの中に預けてしまっているからだ。物差しが自分の外にある限り、人はいつまでも他人の目に振り回される。画面の向こうに流れてくる誰かの楽しげな暮らしと自分の毎日を見比べて胸がざわつく。自分の値打ちを測る物差しを他人に握らせてしまっている状態だ。ニーチェはこうも言っている。世の中にただ一つの事実があるわけではない。あるのはそれぞれの解釈だけだと。同じ出来事もそれを成長のきっかけと見るか、ただの災難と見るかでその後の人生はまるで変わる。だとすれば、その大事な解釈の物差しを妬みや比べ合いに作らせておくのはあまりにもったいない。ニーチェの問いは鋭い。あなたが今これが正しいと信じているその価値観は本当にあなた自身が選んだものだろうか。妬みや比較があなたの代わりに作ってしまったものだろうか。では他人の物差しから降りて自分で価値を作っていく人間とはどんな人間なのか。ニーチェはそれを超人と呼んだ。超人と聞くと特別な能力を持った人や選ばれた天才を思い浮かべるかもしれない。だがそうではない。外から与えられた価値に頼らず、自分が大切にできるものを自分で選び作っていく。その生き方のことだ。才能の問題ではなく生き方の問題だ。だから特別な人だけのものではない。誰もがその方向へ歩いていける。ニーチェはこう書いている。人間は今の自分と超人との間に細い綱を渡している存在だと。渡りきった姿が超人なのではない。一歩ずつ渡ろうとするその歩みそのものが大切なのだと。彼はその道のりを3つの段階で描いた。ラクダ、獅子、幼子。一人の人の歩みとして思い浮かべるとつかみやすい。はじめはラクダだ。重い荷を黙って背負う段階。周りの期待、世間のこうあるべき。決められた進路。ラクダはお前はこうしなさいという声に従い文句を言わずに歩く。敷かれた道を真面目に努め上げる。大抵の人はまずここから始まる。だがある日、その人はふと足を止める。なぜ自分はこの荷を背負っているのだろう。これは本当に自分が望んだ道だったのかと。ここで獅子が現れる。獅子は、私はこうしたいと声を上げる。こうしなさいという外の声に対して初めて嫌だと言える段階だ。そして押し付けられてきた価値を一旦突き返す。例えば敷かれた道を一旦降りてみる。慣れた場所を離れて自分で選んだ仕事へ移ってみる。これがニーチェの言う自由の中身だ。自由とはただ縛りがないという状態ではない。私はこれを望むと、自分の意志で何が大切かを決めていく、その前向きな力のことだ。ただし、獅子で終わってはいけない。古い価値を壊しただけでは、まだ新しいものは何も生まれていない。最後が幼子だ。何者にもとらわれず、過去のこだわりも手放して、まっさらな気持ちで新しいものを生み出していく段階。子供が
遊びの中で自分の世界をいくらでも作り変えていくように。その人は自分が本当に大切だと思えるものをゼロから選び形にし始める。ラクダで背負い、獅子で突き返し、幼子で作り出す。これが価値を受け取るだけの人から価値を作る人へと変わっていく道のりだ。そしてニーチェは最後にそれまでのすべてを試すような一つの問いを残した。英語回帰だ。少し想像してみてほしい。ある夜、一人きりの部屋でこんな声が聞こえてきたとする。あなたが今生きているこの人生をあなたはもう一度そっくりそのまま生きることになる。しかも一度きりではない。何度でも永遠に。何一つ加えず、何一つ減らさず、同じ順番で。今日のこの退屈も、あの後悔も、思い出したくないあの失敗も、今この部屋にある空気も、遠くで鳴っている物音も、そっくりそのまままた巡ってくると。あなたはこの声にどう答えるだろうか。ぞっとして、もう二度とごめんだ、と思うだろうか。それとも、それでももう一度生きたい、と言えるだろうか。ニーチェにとってこの問いは、今日という一日をどんな心持ちで生きているか、それを映す鏡のようなものだった。例えば明日が来てほしくないと感じてしまう毎日。それはもう一度とはとても言えない毎日だ。逆に疲れていても布団に入るときに、どこかで悪くない一日だったと思える日。それはすでに自分のものになり始めた一日だ。英語回帰はその違いを自分に静かに問いかける物差しだった。多くの人は辛い記憶をできれば消してしまいたいものとして扱う。あんなことはなかったことにしたいと。だがニーチェは全く逆の向き合い方を示した。運命愛だ。自分の身に起きたことを喜びだけでなく、痛みも失敗も変えられない運命をただ歯を食いしばって耐えるのではない。引き受けてやがて自分の人生の一部として愛していく。彼は書いている。人間の偉大さとは自分の運命を愛せることだと。過去も未来も何一つ今とは違っていてほしいとは願わない。痛みそのものに初めから用意された意味があるわけではない。けれどそれを引き受けて自分の物語の一部にしたとき、その痛みは初めて意味を持ち始める。辛かった失敗が振り返ってみれば今の自分の芯を作っていたと思えるとき、報われなかったあの努力も何かを確かに残してくれていたと気づくとき、人は過去をなかったことにするのではなく、丸ごと引き受けることで自分の人生を肯定できるようになっていく。英語回帰も運命愛も外に意味を探すのをやめて、この人生そのものを自分の側からもう一度引き受け直すための問いかけだ。ここまでがニーチェの思想だ。けれどこうした考えは自分の日々と重なった時、ようやく腑に落ちる。3つの場面で考えてみる。まず仕事の場面。評価、数字、同僚との比べ合い。気づけば他人が決めた物差しの中ですり減っている。そんな時は一度問い直してみる。この物差しは本当に自分のものだろうかと。どうすれば評価されるかを考える前に、自分はこの仕事の何が一番嬉しいのかを先に決めてみる。例えば数字で一番を取ることなのか、誰かの困りごとを引き受けてありがとうと言われることなのか、新しい技術が一つ身につくことなのか。自分が嬉しいと感じるその一点を他人の評価より先に置いてみる。人間関係の場面。誰かの成功を聞いて胸がざわつく。つい見栄を張ってしまう。人と自分を比べて疲れてしまう。そんな時、その気持ちを責める必要はない。ただこれはルサンチマンの兆候だと静かに気づくだけでいい。それ自体が他人の物差しから降りるための最初の一歩になる。そして人生の選択の場面。
転職するか居続けるか、独立するか勤めを続けるか、引っ越すかこの土地に残るか。大きな分かれ道で何が正解かわからないとき、ニーチェの問いを借りてみる。この選択を永遠に繰り返すことになってもそれでいいと思えるだろうか。正解を外に探すのではない。自分がもう一度と言える方を選ぶ。ここから3つの行動指針が引き出せる。1つ、何かを選ぶとき正しいかどうかではなく、自分は何を大切にすると決めるかで選ぶ。2つ、妬みや見栄が顔を出したらそれを責めず、ルサンチマンの兆候だとただ静かに眺める。3つ、重い選択の前ではこれをもう一度繰り返してもいいかと自分に問う。どれも外に答えを探すのをやめ、価値を測る物差しを自分のそばへ取り戻すための問いだ。最後にもう一度、神は死んだという言葉に戻ってみる。長い間人は自分の外にある光に照らされて生きてきた。宗教、伝統、決められた生き方、どう生きればいいかをその光が教えてくれた。その光が消えた。これがニーチェの見た時代だった。心細い話に聞こえるかもしれない。けれどこれは同時に人類が初めて手にした自由でもある。誰かが決めた意味をなぞるのではない。自分の人生に自分の手で生きる意味を灯していい。そういう時代に私たちは立っている。生きる意味を作るというと、一人で抱える大仕事のように聞こえるかもしれない。だが、ニーチェがその道のりの最後に置いたのは、ラクダでも獅子でもなかった。幼子だった。重い荷を新しく背負うのでも何かと戦うのでもない。むしろこれまで一番重かったのは、他人の物差しで自分を測り続けてきたことの方だ。その物差しを置いてみる。すると少しだけ肩の荷が下りる。あとは子供が誰に言われるでもなく、砂の山を作っては崩し、また作るように。うまくやろうとも認められようともせず、ただ面白いからやってみる。生きる意味は立派な目的を一人でゼロから組み立てなければ手に入らないというものではない。今日自分がいいと感じた方へ半歩だけ足を向けてみる。その小さな一歩の積み重ねがやがて自分だけの意味になっていく。生きる意味はどこかに隠されていて探し出すものではない。自分の手で作っていくものだ。それを作る力は特別な才能ではない。昨日よりほんの少し先へ行こうとする働きはもともと誰の中にも備わっている。だから外に光を探すのはもうやめていい。その光を灯す力はもう内側にある。あとはその向きをほんの少し自分の方へ戻すだけだ。インテリジェンスキュレーターは膨大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。